東京タクシーという映画を見てきました。だいたい2時間弱ぐらいの映画で、特にそんなにだれる感じもなく、見れる伝統的な映画というような感じでした。そして、今回思ったのが、時間軸と、あと男女っていう比較がされているのが、それが、興味深いなと思いました。それが、主人公が2人、1人がタクシードライバー、そしてご高齢の女性、85歳ぐらい。で、そして、このタクシードライバーの方には妻と娘がいるという設定でした。で、それで、面白いなと思ったのは、このタクシーに乗って東京都内を運転していく思い出を語りながら、それが回想、このおばあさんの人生を回想する、思い出すような形でストーリーが進んでいく、そういうお話でした。そして、このおばあさんが若い頃には、幼少期には戦争があったり、で、その戦後の中、その時代背景の中で女性がどう生きてきたかというのを描かれていました。そして監督も、確か90代、94歳、95歳となっていたので、この出ている主人公のご高齢の女性よりもさらにご高齢なので、本当にこの人生の間を監督はその時代を生きてきた上で、監督は男性ですが女性の立場だとこういう時代背景だったなというような、そういう時代を振り返ることもありつつ、その中で、社会の変化があって、男女が、家庭内でどういうパワーバランスだったり、それで社会がどう男女を、捉えていたか、そしてそれが時代によってどう変わっていたかというのも、サブテーマとしてあるような。で、メインはこのおばあさんの人生を振り返りつつ、というような、そういう映画でした。そして、これからはネタバレありの話なんですが、このおばあさんの人生を1940年代から2025年まで、そのまでに何があったのか。そして、その人生の中で出会った男性に振り回されてきた。そういう側面もあって、女性がその時代どう社会で扱われていたか、法律がどうだったか。そして、このおばあさんも事件を起こしてしまいます。そして、ここからはネタバレありですけれど、このおばあさんが男性、初恋の人だったかなと恋愛があって、それが多分若い20代ぐらいだと思うんですけれど、それで、その相手の男性が、去ってしまったのですけれど、そのおばあさん、当時20歳、ここではとりあえずおばあさんと年齢には関係なく言っておきます。おばあさんとの間に子供ができました。でもその男性はもう遠くに行ってしまって子供ができていたことさえ知りませんでした。そして子供が生まれたんですが、そのおばあさんはその後に別の男性と恋愛をして結婚をします。だけどその相手の男性は、その自分の息子ではないということで、家庭内がギスギスしてきます。そして次第に暴力を振るい始めたり、
その家庭の崩壊が始まっていってしまいます。それで、そのおばあさんは、その男性に、再婚をした相手に何をしたかというと、相手の体に熱した油をかけて怪我を負わせるということがありました。それによって、おばあさんが懲役刑になってしまう。9年間の懲役。で、それも、本当に殺意があったかというのは特に認められてないんですけれど、殺人未遂となり懲役9年になっていて、それも多分時代背景によって、今では殺人未遂とはなってないのかもしれないっていうような、そういうような描写もありました。だからこの法律の変化だったり、社会がその出来事についてどう扱うかというようなそういう変化がありました。そしてそのおばあさんが、懲役が終わって、そしてその後にネイル、ファッションとか美容師をしていた上で、ファッションと、あとネイルサロンだったり、そういうネイルの勉強をしようとアメリカに単身、留学というか学びに行きます。そして働きながらネイルを学んで、そして日本でネイルサロンをしていて、で、それで、そろそろご高齢なので、ネイルサロン兼自宅を司法書院の方に、おそらく、法的な後見人というような形で見てもらって、鍵も預け、財産の管理を多分ちょっと任せていたっていうような形だと思うんですけれど、それで、そのおばあさんの生前の財産だったり、家だったりの整理をした上で老人ホームに行く。入所する。その日の、タクシーが、この相手の男性のタクシードライバーと会った日でした。そしてその中で、道中で、そのおばあさんは、あまり急いで高速で行きたいのではなく、ゆっくり都内を回りながら、思い出にふけりながら、その横浜の方の、神奈川の方の、老人ホームに入りたい。そのための道中を運転し、少し案内してくれというような、そういう話でした。そして、こちらのタクシードライバーの方では、この図を書いたのは、男女の比較がされていて、おばあさん世代のおばあさん、相手の、子供の親の男性、そして再婚相手の男性で、その時代の中でどう扱われていたか、どういう関係だったか。そして、このタクシードライバーの世代、そしてそのタクシードライバーの妻、男女になってます。で、そしてそのタクシードライバーとその母親の妻、タクシードライバーと妻、その娘、そしてここが現在で未来となっている時間軸と男女の比較がされているような、そういうように整理されているような映画でした。
そしてこのタクシードライバーの方では、その冒頭で、お金が、ない。娘が私立の学校に行きたいけれど、そのためのお金をどうにかしなきゃ。というようなところで話が始まっていました。そして、その最終的には、このおばあさんが、映画の、現在の時間軸が進んでいくにつれて、その老人ホームで亡くなってしまうというのがあって、それで、その財産を管理していた司法書士の方からタクシードライバーが手紙を受け取って、その財産を私はもういいので、ということで、このタクシードライバーの方に財産をすべて譲るというような話があって、で、それで、ここからは想像みたいな話なんですけれど、この財産を譲るっていうことでどういうことになるかっていうと、このタクシードライバー男性とその妻、そしてその未来があって、その未来が少しいい方になっていく。そしてこの娘が行きたい学校に行って、そしてこの娘は、クラリネットの演奏家になりたいって言ってて、クラリネットの、学べる私立の音楽大学附属の高校に行くというような話で、そしてそのためのお金が必要だということでした。で、それで音楽の専門の高校に行くこと、そしておそらくはその後大学だったり、その話の中ではヨーロッパに行って学ばさせてあげたい、学びたいというのがあって、それをこのおばあさんが、間接的に支援するような話になっていました。そしてさらにその支援するっていうものが、そのおばあさんの時代だったりシチュエーションだったりではできなかった自由だったり選択肢だったりっていうものを、その孫の世代のようなこのタクシードライバーの娘に自由な女性の生き方というのをさせてあげるというような、そういうような話に思いました。そしてこのおばあさんも多分フランスの原作の話なので、このおばあさんもおそらくですけどココシャネルだったり、自由な女性の象徴、男性に束縛されない独立した、女性の象徴だと思いました。なので男性に支配されるのではなく、何か自分の意見があれば反発するということだったり、そのアメリカに留学、働きに行って、自分が学びたいことを学び、そこで自分の力で生きていくという、この前の時代では男性に支配されていた社会、そしてその現在未来では男性に支配されるのではなく、自分自身、女性が自分自身で道を選べる、そういう未来、こう分かれているような気がしました。それとともに、この男性像というのも変わっていて、昔だと暴力が当たり前というような描かれ方をしていまして、だけどこのタクシードライバーの世代だとそういう、暴力が当たり前ではない。だけど、そのおばあさんが、このタクシードライバーに愛してると、ちゃんと伝えてるのって言うと、それは、と言っていたので、それは、ちゃんと奥さんを大事にしなさい。
女性を大事にしなさいっていうことだと思うので、でもそこはできてない世代っていうことで、それでこの、さらにタクシードライバーの娘の孫の世代だと、その男性もそういうことを伝えれるような世代になってほしいなあっていうような、そういうような、これは特に言及されていないけれど、そういうような、比較、文化の進化みたいな、そういうようなレイヤーになっているようでしたね。そうですね。それで、だいたい2時間ですが、見ていて、細かいエピソードの集合になっているので、長くだれるということもなく、2時間映画館で、ゆっくり大画面で見るというのが、いい映画でした。そして、やっぱりこの、倍賞さんの、この人間の歴史、手話の一つ一つが、その説得力になっているというような、そういう映画だったので、CG や、画像処理だったり、そういうものではない人間の、感情だったり、その人の重みみたいなもので、説得力のある、そういう映画だと思いました。それでは。ぜひ見てみてください。